コンわさビーム日本語 V ティーチャーのわさびです。4月のわさびニュースのお時間です。今月のトピックはご覧の通りです。概要欄にタイムスタンプもあるので適当にすっ飛ばしたり巻き戻したりしてお楽しみください。ではまず今月の日本のコーナーです。4月は別名うずきと言います。4月といえば、うの花が咲く季節。だからうずきになったんだって。そのままですね。日本では4月は始まりの季節です。今年は2023年だけど、令和5年で、さらに今日から令和5年度が始まるんです。年度は4月1日から3月31日までの1年のことで、国や都道府県などの地方自治体のお金の出入りを計算するのに使うカレンダーです。一般企業、法人では会計年度や事業年度と言ったりもします。日本ではこれに合わせて学校や会社が動くので、入学や入社で新しい生活が始まる人が多い季節なんです。なので手帳やカレンダーも1月始まりと4月始まりがあります。日本で新生活を始める学生さんや企業で働く人には4月始まりの手帳が便利なのでおすすめです。皆さんは紙の手帳を使っていますか？それともスマホやパソコンで管理していますか？私は断然紙派です。わさびニュース目指せことわざマスター。はい、やってまいりました。ことわざ勉強のお時間です。今月のことわざはこちら。花より団子。有名なことわざなので聞いたことがある人も多いと思います。これは風流、つまりそのものが持っている上品さや良さ、素晴らしさを感じるよりも実際の利益、儲けや役に立つものが大切だという考え方の例えです。ですが今は実利、例えば欲などに目がくらんで美しいものや上品さを理解できないということの例えとしても使われています。同じことわざなのに反対の意味を持っているなんてちょっと皮肉でかなり面白いですよね。なので実際に使うのはちょっと難しいことわざの一つです。自分に使う場合は大丈夫ですが、相手やそこにいない他の誰かに使う場合はとても失礼な意味だったり非難になってしまうこともあります。気をつけてくださいね。わさびニュース。漢字の読み方、電話番号、仕事の質問。わからないこと、知りたいことっていろいろありますよね。そんな時、皆さんは何と言いますか？どんな文法、フレーズを使って質問していますか？友達に質問するとき、会社で質問するとき、場面によっていろいろな質問の仕方ができると最高ですよね。それちょっと日本語で言ってみたい。オッケー、任せてください。今日はこの3つのスタイルを使って教えてくださいのバリエーションを増やしましょう。最初はゆっくり言います。2回目はネイティブのスピードです。一緒に言ってみましょう。準備はいいですか？教えてほしいんだけど。そうそう。最後は少しフェードアウトするイメージで言ってみましょう。教えてほしいんだけど。教えていただけませんか？最後のかはイントネーションを上げるイメージで言ってみましょう。
教えていただけませんか？いただけると少し言いにくいけど挑戦しよう。教えていただけると幸いです。教えていただけると幸いです。イエーイ！言えましたね。これは動詞を変えると他の質問にも使えます。例えば、その本取ってほしいんだけど、とか、メールで送っていただけると幸いです、とか、ぜひアレンジして使ってみてくださいね。わさびニュース。さて、この漢字を見てください。この漢字は何と読みますか？せい、生、小。そう。この漢字は12種類の読み方があります。でもそれは生活でよく使う常用漢字だけの話。私も数えたことはありませんが、それ以外だとなんと150通り以上の読み方があると言われているんです。信じられないですよね。では少しどれだけ読み方を知っているのか挑戦してみましょう。いくつ読むことができましたか？この漢字は音読み、訓読みの他にもあいにくややよいのような熟字訓もたくさんあります。例えば難しい名詞は小説や歌の歌詞などで時々見かけるチャンスがありますが、それよりもこの漢字がもっと難しくなるのは地名や人の名字に使うときです。これは地名にも名字にもなっている言葉ですが、羽生とも羽生とも読むことができるんです。こんなに変わった漢字の組み合わせなのに、どうして2つも読み方があるの？って思いますよね。私も思います。これは埴輪を作るための土、埴生がなまったりショートカットしたりして生まれた読み方だそうです。この漢字は地面から草や木の芽が出たシルエットをヒントにして作られたと言われています。なので命の始まりや命そのもの、ピュアであることを表すようになりました。まるで生き方や命のあり方は様々だと言っているように感じませんか？私は勉強の仕方も勉強を進めるペースも一人一人違って当然だと思っています。今日紹介したこの漢字にはまだまだたくさんの読み方があります。皆さん、ぜひいろいろな読み方を調べてみてください。そして面白い言葉や読み方を見つけたらコメント欄で教えてくださいね。みんなで一緒にこのややこしい漢字を楽しんで覚えましょう。何個面白い言葉が集まるか楽しみに待ってますね。わさびニュース。今月のわさびニュースはそろそろお別れのお時間です。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。勉強になったと思ったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。一言でも感想、コメントをもらえるとすごく嬉しいです。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。